ちょっともしかしたら価値観が違うかもしれないなって初めて思っちゃって、その時の勢いでもう別れるみたいになって、きっかけははるです。みなです。今日はうちが付き合って今までで一番大きな喧嘩について話していきたいと思います。正直この喧嘩で別れるかなって思った、相当危なかったな。まあでも今は仲良くやってる。そうだね。きっかけは、ペット。よくなうちらペットで喧嘩するんだけど、その時はララのおやつで喧嘩が始まったんだ。ララにハルがなんかおやつあげようとして、でうちはその時にちょっと一緒にさっきご飯を作りたかったんよ、あげようとしたおやつを取ったのね。そうそうそれでなんかうちが取られたことに腹が立っちゃって、みんなの口にくるめようとしたんだ。これ腹立つなと思って、まあでもなんか一旦落ち着いて、まあご飯作ったらいいかなと思って。その後一緒にご飯作ったんだけど、でもその後散歩行くってなって、みんなずっとその間もちょっと機嫌悪そうな感じで、でもうちも機嫌悪い感じで、なんかまだまあもやもやして解決してないから、そうそうだけど、まあ、散歩は一緒に行った方がいいなと思って一緒に散歩に行った歩いた時に、さっきのララの話なんだけど、ごめんなさいなみたいな感じで謝ってたけど、素直に謝ってなかった感じだったんですよね。ちょっと納得いかんかった、多分うちがあんまり悪くないけどなっていう気持ちが多分リナにちょっと伝わって、さらに長引いたんだ。それでそうそう、もう仲直りできないのにもやもやもしてて、それでそんななんか仲直りしないんだったら横にちっちゃい川があるんじゃん。みんなに落とすぞ落とすぞみたいな感じでちょっと冗談っぽくやったら、落としてみねみたいな感じで、それでうちも乗っかっちゃってさ、じゃあ本当にやるぞみたいな感じでやってたら、本当に一緒に落ちちゃって、いやまさか落とされると思わなかったから、そこでさ、まあ冗談とかこうフォローしてくれるんかなもう意外と思いたかった。落ちた瞬間、春もびっくりした。びっくりした。ちっちゃい用水路みたいなところだったから、で、まあ水も浅かったから、それでそのまま予想外だったから、うちもビビっちゃって、マジで落とされると思わなかった。余計に腹が立って、もう川から上がって、もう帰りますって感じで、一人で帰っちゃった。そう。その時のテンションの差も結構あってな。みんなは結構激怒って感じで、うちはなんか、怪我しんかったからよかったじゃないみたいな、これで笑って仲直りできるかなみたいな感じだったけど、逆にまたヒートアップしちゃって、戻ってきて別々の部屋でしばらくは過ごした。金曜日の夕方くらいだった気がする。まあ夜寝る時間になって、寝る時はいつも一緒に寝るから、そうそう、ちょっと川に落としたのはよくなかったみたいな感じで謝ったんだけど、それは許してくれた。なんかだけど、その前のララの話でまだちょっとニナが納得いってないことがあって、納得するまでちょっと説明はしてほしかった。それでその日は仲直りせずに寝ました。そうだな。次の日にここのソファーでな、じゃあ携帯触ったりして、全然リナに謝らんから、リナもちょっとなんか Wi-Fi を抜いて、うちが挿してみたいな、抜いて挿してみたいなしたら、ちょっとヒートアップしちゃったね。それでお互いちょっとこうやってお匿名みたいになっちゃって、もうこんなんだったら別れるでみたいになっちゃったんじゃん。多分怒った時って変なスイッチ入ったんだよな。今冷静に喋ってみるとそんなカッとなる話でもないなと思うんだけど、2人の中ではすごい大事だった。すごい大事で、いじっぱっちゃって、素直になれない。まあそれで大体長引いたらうちが別れたいって言い出すから、まあ今までは寝る前に仲直りして寝てたんだけど、その時は仲直りせずに寝たからっていうのもあって、多分ちょっとお互いいつもと違う、ちょっとイライラみたいなのもあったんじゃないかな。その時の勢いでもう別れるみたいになって、でなんかうちも乗っちゃったんだよその時。でも今まで乗ったことないよ。乗ったことないのに、このなんか大きな喧嘩になると思わなかったし、なんか自分たちも大丈夫かなみたいな、お互いにとって良くないなみたいな思って、じゃあ別れようかみたいな感じで言っちゃったんよね。じゃあムム名義変更してうちが持っていくみたいな感じで、幸い、そうそう名義変更市役所でなんか手続きしないといけなくて空いてなかったから、営業されたら一緒に行こうかって、その間に冷静に話してたら、なんかそこまで
こることじゃなかったなってなって、まあ本心では一個も別れたいと思ってないのに、自分がそうやってこうその場の雰囲気とかなんか別れとか言っちゃったのがこんなはずじゃなかったみたいな感じになっちゃって、なんかそういう日あるよな。なんかいつもだったら許せるのになんか許せなくていい時があったり、やっぱりなんか怒ってたりカッとなってる時なんかムラムラじゃないよねムラムラしてまあモヤモヤとか、なんかこうイライラしてると、なんか思ってもないこと言ったり引いたりしやすいから、時間と距離と、まあ、自分がちょっと心を落ち着かせるようになんかちょっと散歩したり自分の好きなことしたり、そうだね、違う部屋に行ってみたり、なんか今までの何年間は春はずっとこう先に謝ってっていうなんかルートだったというか、そういうなんか逆になんか今度リナからでもいいんじゃないみたいな試みされた。なんか、まあ、今まで多分ナチュラルにやってたんだけど、なんか去年1年間でなんかそれって平等じゃなくないみたいななんか反抗心みたいな、もっとこう対等であるべきだみたいな感じになっちゃった自分もいて、まあそれは、勝手に自分がそっちの方がいい関係を築けるっていうふうに思ってたんだけど、でも今振り返ったら、まあそれでうまくいく人もいると思うんだけど、うちらの場合はちっちゃいことだったらちょっと譲るぐらいの気持ちあった方がそれでうまくいくんだったら、それの方がいいなって、まあ、思えるんだけど、本当に、まあ、勢いで別れそうになるっていうのはあるんじゃないかな、あるかもしれないな。そうそう、そんなことあった後も迷子でめっちゃ喧嘩しちゃって、まあ、結構うちらの2大喧嘩、1個は食べ物、1個はペット。きっかけは袋買いがあって、そこのスーパーしかなくて、で買いたいで売ってるのになんかちょっと嫌味のように聞こえたんだよね。そうそう、当時のことは覚えてないけど、いっぱい食べるものあっていいねって言ったよ。家にいっぱいお菓子があるの、賞味期限切れそうな、それを先にまず食べてから、でもうまいらいないかなって。そう、うまいない。だから今思えば、確かに前も買っていいよって思うよけど、その時はなんか食べんといけんお菓子を結構一生懸命食べてて、春は頑張って片付け中だったんだ。うちは頑張ってまだ増やすから嫌だったんだよな。そうだな。それでうちらも3日ぐらい一緒に寝んかったもんな。3日かかった理由は、きっかけはうまい子だけで、前回の名義変更とかの話も含めていろいろ考えさせられて、このままじゃちょっと無理かもしれんなって、ちょっともしかしたら価値観が違うかもしれんなって初めて思っちゃって、でもそれを過ぎてから何かが変わった。春の中で別れると比べたら大したことじゃないなって思うことに対しては無執着しなくなった気がする。正月に実家帰ったね、親たちの関係性とか今までそんなあんま気にして見てなかったんだけど、一緒に長くいるっていう目的のためだったら、別に小さいこと気にしなくていいよねってなんかそこで思えるよう落ちたになったんだ。気がする。いい変化だったね。そうですね。ということで、まあ去年本当に別れそうになったけど、今こうやってまたずっと一緒に折れてよかったなと思う。そうやな。まあこれからもちょこちょこちっちゃい喧嘩も大きい喧嘩もするかもしれないけど、うちは向き合ってみると。ありがとう。